皆さんこんばんは。原油天然ガスのチャート分析をアップデートします。数日前の動画で原油のショートを狙いたいという話をしました。しかしちょっと難しい状況になってきましたね。すぐにショートというわけにはいかないと思います。続いて天然ガスの方は下がりきるまで待ちましょうという話をしましたが、ちょうどいいところまで下がってきたように見えますということで、ロングの狙い目ですね。このあたりの詳しい理由はチャートを見ながら話をします。まずこちら、原油の WTI 先物過去1年分を日足で表示しています。これを見るときに2本水平線引きます。まず1つ目が4月の高値、続いて3月の安値、去年の11月以降、この2本の水平線の中で推移してきました。これの中で推移するかブレイクするかが重要なポイントになっていて、今はこの高値圏にいるんですよね。なので上をブレイクするか、ここが注目となっていました。でしかしこの8月9日の抜けを翌日に全部戻したんで、これを見ると上抜けは一旦失敗、上の水平線はレジスタンスとして機能した、そういうふうに考えます。ではこの四角の中拡大します。天井抜けずに下げてきたわけなんですけども、ここの木金で2つ陽線つけましたよね。ここ2つ陽線つけました。でこれを見ると天井からの下げは一旦ここでストップしたように見えます。過去のチャートも見てみると7月26にも止まってるし、8月2日にも止まっているということで、ここは小さなサポートの候補かなと思います。全体としては1回上抜けなかったので、大きな流れは、ショート方向だと思いますけども、一旦止まったので、止まったら次は調整になります。この下げトレンドの調整ということで、これがねどうなるか、もう少し様子を見たいと考えています。一旦上まで戻す、これもあり得ると思うので、こういうのを見極めながら、調整の形を確認していく。来週はそれが最初かなと思います。で、予想に反して下に一気に抜けてっちゃったら、もうねこれはね追いかけられないので仕方ないと思って諦めることにします。ということで来週は見極めから入るということになります。こちら1時間足と日足に時間軸を落として見ていきます。でまずね1時間足に注目してほしいんですけども、さっきね小さなサポートといったのがここの辺ですね。1時間足を追っかけていくと2回タッチして止まりました。でしかし1時間足の高値はここですよね。この辺止まっていた高値がいます。でこれは抜いてこなかったんです。これ抜いてきてないですよね。なので今はこのちょっと下げたところ、この辺ですね、小さなレンジを作っているというふうに見えます。でこの中で収まるんであれば、ここの上側からショートをしてもいいかなと思います。上抜けるんだったらもう一回ね、次どこまで戻るのかを見極めた方がいいと考えます。原油の分析は以上です。こちら天然ガスの先物、今年の1月半ば以降を日足で表示しています。この天然ガスを見るときも2本の線を引きます。一つはこの3月2日のここ 2.83 ドル、下が 2.0 ドルですね。これもずっとこの2本の中で推移してきました。でさらにもう少し細かく見ると、今年の6月以降ですね、この上の水平線にくっつく形のこの高値圏で推移してきました。で、先週一旦上抜けたけど、これもまた全部戻しましたね。でそのままレンジの下まで落ちてきました。ほぼもうねレンジのボトムに近いところまで来たので、ここまで来たら下からの反転を狙ったロングを入れるのがいいかなと思ってます。予想に反して下に抜けてしまったら、これはねすぐにロスカットというふうに考えます。続いて1時間足と日足を同時に表示しました。さっきのレンジというのはこの辺りですね。
で、このボトムは 2.5 ドルという節目になっているように見えます。1時間足レベルだとこうやってね、ちょこちょこ抜けますね。はい、ちょこちょこ抜けてます。なので、このレンジを下抜けたらロスカットという話をしましたけど、このヒゲを考慮しないといけないです。あまりロスカットが近すぎると無駄にかかってしまうので、ある程度下目に置くのがいいかなと思います。天然ガスの分析は以上です。続いてファンダメンタルの情報をチェックしていきます。まず原油の情報からチェックしていきます。こちら EIA のサイトからアメリカの原油在庫の量を過去1年分表示しています。青いラインが現在地、グレーの、帯が過去5年の範囲になっています。今は原油在庫が減り続けてますけど、まだ過去5年の範囲にいるので、そんなにでかいインパクトはないかなと思います。しかし、今後もまだ減り続けると思うので、原油の価格の下げというのは、もしかしたら限定的になる可能性はあるかなと思っています。なので、ショートをする場合、そこに注意が必要です。続いて原油のリグ稼働数です。こちらベーカーハフ社が公開している情報を Excel で表示しています。で、オイルの情報はここですね。B 列になるんですけども、一番下見てください。8月18日に公開された情報では、現在520台が稼働しているということです。で今、過去3ヶ月分、違うな。いいのか。過去3ヶ月分表示していますけども、ご覧の通り減り続けています。過去3ヶ月で約、10% もいかないか、5%、6% ぐらいは減ったということですね。過去1年分を表示してみてもずっと減り続けています。なので供給を絞り続けているという状況なんですよね。なので原油があれだけ減っていると思います。この傾向はまだ止まっていないように見えるので、原油価格にはプラスに作用すると思います。でこの原因はまず一つ原油が余っていることもありますし、あと、サウジなど OPEC が減産を続けている、その影響もここに出ているのかなと思います。続いて天然ガスのアメリカの在庫です。こちらは過去2年分表示しています。青いラインが現在地、グレーの帯が過去5年の範囲、グレーのラインが過去5年の平均を表しています。この最近の様子を見てみると、青いラインがグレーのラインを上回っている。つまり平均より多いということで、グレーの帯には収まっているので、過去5年の範囲には収まっている、そういうことになります。つまり在庫は十分にあるということがわかります。なので、天然ガス価格のレジスタンスがはっきり機能しているのは、これが原因かもしれないと考えます。続いてガスのリグ稼働数です。こちらもベーカーハフ社から情報を持ってきています。この C 列がガスのリグ稼働数になっていて、8月18日に公開された情報では117台が稼働しているということ。過去3ヶ月見て、やはり原油と同じく 10%、こちらは 10% ぐらい落ちてるかなということですね。で、過去1年見てもやはり、結構な勢いで減り続けています。在庫が余っているので、それに伴ってね、リグ稼働数を減らし続けているし、あとは価格が低いというのも原因の一つになっていると思います。リグ稼働数の分析は以上です。続いて原油の先物ポジションをチェックしていきます。こちらトレーディングスターのサイトからですね。で、更新日が8月15なので、ちょっと古いデータですけども、見ていきましょう。まず WTI の先物ポジション、ノンコマーシャル筋、を、つまり投機筋ですかね。トレーダーのポジションを確認します。で、過去1年分を今、このね、青い折れ線グラフで表示しているんですけども、現在はこの高値ですね。こうやって見ると、去年のこの高値をちょっと突破しているところですかね。なので、ロングポジションは増えているということなので、このまま増え続けるんであれば、原油は底堅い状況が続くと思います。だけど、このロングポジションが解消され出すと、やっぱりね、ちょっと、下げていくかなというところですね。で、続いて、ショートポジションはここですね。こちらは、過去1、今この位置なんですけども、過去
1年前と比較するとショートポジションは多いですね。で、今年の7月あたりからショートポジションが少しずつ解消されていっています。で、しかし過去ね、1ヶ月ぐらい、7月の終わりぐらいからショートポジションの減りが止まりましたね。またこれショートポジション増えていっちゃうと、これは、天然、ごめんなさい。原油価格に対しては下げ圧力がかかるかなというところです。なので、まとめると、どっちにも動けそうですね。ポジションから見て何か分かることはあんまりないかなと思います。はい、原油のポジション以上です。続いて、天然ガスの先物ポジションです。こちらロングポジションを過去1年分表示していますけども、今年の2月以降ですね、このロングポジション高値圏で推移しています。これは価格の下落が低下したところとね、一致してますよね。だから、安値で拾ってきた投資家がね、いっぱいいるんだと思います。で今は、ポジションね、落とし続けてますけども、緩やかなんでね、これがどうなるか、ですね。また増えるのか、このまま下げ続けるのかというところは気になるところです。続いてショートポジションになります。でこちらも、2月かな、今年の2月からは、ロングポジションと同じくショートポジションもたくさん積み上がってきましたね。だけど、これはね、下げ方がロングポジションの時よりも急ですよね。なので、ショートポジションは徐々に解消されていっていて、まだ去年の水準まではまだ落ちてないですね。ということであれば、もうちょっとね、ショートポジションが解消されるんであれば、価格には上昇圧力がかかると思います。まとめると、原油と比べたら、天然ガスの方がまだ上昇圧力がありそうな感じがするかなというところですね。なんとなくそう感じるというだけで、何かね、はっきりこれでね、結論出すのは結構難しいような気がするんですけど、皆さんはどう感じたでしょうか。はい、以上で天然ガスの先物ポジションの分析は終わります。以上説明は終わりです。最後にまとめをします。まずこちら原油の冷やしですけども、現在はこの高値圏にいます。まだ下に下げ余地こんなにいっぱいありますよね。下まで下げないにしても、もうちょっと下げてもいいんじゃないかなと思ってます。なので、まだショートのチャンスあり得るかなと思うので、これは来週狙っていきたいと思います。続いて天然ガスの冷やしです。でこちらは逆にロングですね。今この2本のラインの間の高値圏、四角で囲ったところで推移していて、今はレンジの下まで落ちてきたんで、ここから上までのロング、これ下から上まで結構距離ありますからね、 13% あるので、ロングで利益を狙いたいと考えています。はい、以上でこの動画を終わります。よかったらグッドボタン、チャンネル登録お願いします。それでは皆さん、さよなら。